自分が育てられない上司になっていないかと。管理職としてね、本質が問われてるから、人は変えられますし、それを信じられるリーダーっていうものがチームを変えていける。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った育成術、組織づくりなどの内容をお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、本日もよろしくお願いいたします。本日のお話しいただくテーマが、仕事ができない社員ばかりのチームを最短で成長させる方法みたいな、こんなちょっとテーマに沿って森社長の見解をお話しいただければと思いますが。そうですね、目的としてはですね、仕事ができないと感じるチームを、なるべく短期間で戦力化するために、管理者が持つべき視点とかアプローチとか行動、こういったものを伝えられればいいかなと。あと人材の見極め力というかですね、育成、設計、環境づくり、上司の関わり方、この4視点からお話できればいいかなと思います。そもそもね、なんでできない社員ばかりのチーム生まれるんですかねって話から入りますけどね。僕も過去言ってしまったこともありますし、特に経営者とか管理職がよく言ってしまうのかな。うちの社員仕事できないとか、うちのメンバー使えないとか、体制がなくて困ってるとか、なぜそのようなメンバーばかり集まるのか。自分のチームだけに問題があるんじゃないし、どこにでも起きる問題、だからどこの経営者でもどこの管理職でも多分1回は言ったことなんじゃないかなと思うんですよね。でも僕はね、そう思ったら上司として仕事を放棄しちゃうと思うんで、自分が思ってるのは、それってできない部下ではないです。自分が育てられない上司になっていないかと。部下を評価する言葉っていうのは、同時に自分自身のマネジメント力を評価する言葉でもあると思うので、私が管理職だとしてそういうのは管理職としてね、本質が問われてるから、自分としてはやっぱり自分のマネジメント能力がないんだっていうふうに受け入れて変わっていくしかないですね。チームの成果ってやっぱマネージャーの責任ですし、部下の成長っていうのはやっぱ上司の関わり方次第ですし、そもそも人を選べると思ってる時点で間違いなんで、最低限選ぶことあるかもしれないですけど、やっぱリーダーとしての進化問われてますよね。つまり部下ができないんだよってあんまり言い過ぎると、イコール私上司として管理職として無力ですって言ってるのも、確かにそうですよね。それはちょっと一回立ち止まって考えなきゃいけないですよね。他人は変えるの大変だけど、自分を変えますから、まずやっぱり管理者として問うべきあえて3つの視点というんであれば、視点の転換ですよね。なぜできないのかではなく、どうすればできるようになるのかをやっぱ考えなきゃいけないと。育成責任の自覚、部下の能力は素材じゃなくてある意味成果物だと。放っておいても成長しないから、設計支援、観察、改善みたいなものが必要なんだということですね。3つ目はチーム作りの覚悟ですよ。優秀な人材が来るのを待つんじゃなくて、できる人材を育てる土壌を作るのがある意味マネージャーの仕事ですと。でこの視点はやっぱり自分に問わないといけないですよね。経営者も言われますけど、結局トップなんですよ。会社で言うならば社長、チームで言うならばその管理職、会社やチームっていうのはそのトップを映す鏡なわけですよ。今のチーム見てどう感じますかと。この人ダメだと思った瞬間、自分の成長も止まるリスクがありますよと。先ほども言いましたけど、人を変える前に自分のマネジメントとか管理職として自分を変える余地は何かあるのかと。そういうことを自分に問いていかなきゃダメですね。なんで、社員、メンバーはですね、できないんじゃなくて育っていないだけだと。最短でチームを変える鍵っていうのは、育成の戦略と環境の設計だと思うんですよね。やっていくことっていうのは、まず見極めですよ、一つ目。できていないって何なのかっていうのを言語化頑張ってしますよね。こいつできないんだよなって、抽象的すぎますよね。観察と評価の解像度が低い管理職って適切な支援できないじゃないですか。そうですね。2つ目は設計、育成に順序とか習熟曲線みたいなものを持たなきゃダメですよね。すぐにだから期待しすぎんなよと。育成にはやっぱり型とか慣れとか必要ですよと。そういう習熟段階を例えば3レベルとか設計していくんですよね。習得、実践、定着みたいな話ですよね。で3つ目は関与。自ら動ける環境を作るためには
指示型管理だけでは実装しないし、任せって実装をいきなりさせてもできないわけなんで、任せる準備から入んなきゃいけないわけですよね。で次は自制ですよ。管理職として自分のマネジメント変わらなければチーム変わらないんで、メンバーのせいにする前に管理職としての関わり方を変えることが先。繰り返しますけど、結局チームはトップの鏡なんで、具体的なアクションやっていこうとした時に業務の可視化ですよね。何ができていて何ができていないのか、チェック表を作成するにも業務が分かんないとダメですから。であとはこうスモールゴールというか KPI というか、僕のおすすめはやっぱり行動 KPI 設定ですね。行動目標とか行動 KPI とか設定ですね。でそれはなるべく短いスパンでやるわけですよ。あとはロールモデルというか、ここまでできたらいいんだよみたいなね、しっかり提示する。場合によってはロールモデルを提示するわけですね。ただやっぱり最初はミーティングというかフィードバックみたいなものを通じてコミュニケーション必要ですよね。できないやつはできないだと思うんだったら、じゃあそれ毎日フィードバックしようとか、タイムスパンを短くしていくしかないんですよ。できるようになってきてから毎日が週1回になったり、週1回が月1回になったりするわけなんで、そういうことやっていかないとダメですよね。なんで人は変えられますし、それを信じられるリーダーっていうものがチームを変えていける、メンバーを変えていってチームを変えていけるんで、まずはやっぱ誰でもできるっていうふうに一回人を信じるっていうことが必要ですし、戦略立てたり観察したり関与したりとかでできないをできるに変えるっていうのが管理職にそもそも求められてることですよねと。だから結局管理職の成長がチーム全体の成長スピードを決めるんで、管理職がちゃんと自責の面でやっていくんだと。メンバーがダメっていうのはとにかく考え直そうと、仕組みと関わりみたいなのが未熟なだけですよと。戦力っていうのは作るもんだって勝手に育つもんじゃないよと。そうやってプレイヤーとして優秀だからやっぱ管理職になってる人が多いんで、そういう人はなんでこんなものできないんだってやっぱ思いがちなんですよね。そうやって育成に悩むのはある程度プロセスとしては当たり前の話なんで当たり前なんですけど、まとめていくと、まず上司として管理職として、できない部下ではなくて育てられない上司にならないと。まずは自分を主語にして考えるってことが一つ大事ですね。育成の戦略と環境をしっかりと作っていく、それは自分の努力ですよと。具体的には見極め設計関与自制とかですね、やっていきながら部下の業務の可視化、行動設定、行動 KPI 設定とか正しい基準提示とかですね、あとフィードバックの頻度、内容、そういったことを具体的にやっていって、一生懸命管理職もやっていけば一人一人変わっていってできるようになっていって、チーム全体としても成果が出るようになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。本日はできないチームを変えるリーダーの力、ゼロから最短で成長させる実践マネジメントというテーマでお話をさせていただきました。少しでも気づき学びがある方がいらっしゃったら嬉しい限りです。ありがとうございました。